人前で話すとき、みんなの視線が怖い、そう感じたことはありませんか？100人に一斉に見られると頭が真っ白になって声が震えてくる。今日はこの視線が怖いを解決します。皆さんこんにちは、五野へみきです。この動画を最後まで見るとこうなれます。たくさんの人の前で話すスピーチとかプレゼンテーションで聞き手の視線が自分に集中している、そんな時のドキドキが軽くなって落ち着いて話せるようになります。事例、心理分析、解決策、それぞれお伝えしていきます。視線が怖い。これは本当によくいただくお悩みですね。1対1で話しているときは全く気にならないのに、1対100になると視線が怖い。1対100じゃなくても1対10でもみんなの視線が自分に集まる。それが嫌なんですというお悩みはよくいただきます。で、これは私も最初はそうでしたね。初めて司会をした時、日本放送の新人アナウンサー時代ですけれども、舞台挨拶の司会、お客様が2、300人います。視線が怖い。メインは役者の皆さんなのにですよ。もう自分がしどろもどろになってしまって、お客様に頑張ってとか言われてしまって、非常に苦い記憶が残っていますね。司会っていうのは特殊な仕事ですけれども、例えば結婚式のスピーチだったりとか、仕事で乾杯の発声をするとか、朝礼で話すとか、そういった時は聞き手の視線が自分に集まる、居心地が悪いっていう風に感じるのはあなただけじゃないっていうことですね。ちなみに有名な人でも、チャップリンはマイクに向かった途端胃の調子が悪くなったとか、リンカーンも初めは演説に自信がなくて声が上ずっていたとか、デール・カーネギーの話す力にいろいろ事例があります。本番いいスピーチになるように準備するというのは前提ですけれども、これよく話しているので今日は置いておいて、視線が怖いの心理状態を分析していきます。はい、ではみんなが自分を見ているこの時の心理状態を考えてみました。その1、プレッシャーを感じる。みんなが自分を評価している。だから失敗してはならない。絶対に失敗できない。そんなプレッシャーを感じると、もう冷や汗だらだら、声震える、苦しくなってきますね。その2、恥ずかしい。頭の先からつま先まで見られているような気持ちになって、そんな大した人間じゃないのに白髪染めいけてないから白髪いっぱいだし、ニキビもできちゃったし、もう見ないでほしい。こうやって恥ずかしい、自分の欠点を見られているような気になる。これはもう早く終わらせたい。焦りますね。その3、パニック状態。1対1で会話する時の視線と違いますね。100人が自分を向いている。あんまり経験がないと脳内でまるでバグが起こるみたいにパニック状態になって、普段なら普通にできることが急にできなくなるということが起こりますね。ではどうしたらいいかお伝えしていきます。それでは解決策です。みんな大して見てないと思うことですね。これは自分が聞き手になった時のことを思い出してみてください。結婚式、親戚の結婚式に出席します。友人代表スピーチ、どなたかが話しています。どなたが何の話をどんな風にしたか、一言一句覚えているなんてことはまずないわけですね。だいたい食事しながら聞いてますから、食事に夢中ってこともありますね。例えば会社のキックオフパーティーです。社長の乾杯の発声をします。社長が何をどんな順番で話したか、どんなスーツを着ていたか、覚えている方ってそんなにいないですね。つまりですね、プレッシャーを感じる、評価されているような気持ちになってしまったら、みんな大して見てない。だから失敗しても問題ない。そういうふうに思っていただきたいと思います。乾杯の発声が例えばうまくいかなかったとしても、翌日降格されるなんてことはまずないわけですね。それから恥ずかしい、頭の先からつま先まで見られているような気がする、そんな風に思ったら、みんな大して見てない。だから白髪もニキビも問題ない。そういう風に思っていただきたいですね。あとは脳内でバグが起こるみたいにパニック状態になってしまったら、この聞き手の中で一番リアクションをくれる人、一人ぐらいリアクションくれる人いると思いますから、その人だけを見るというのがおすすめです。それでは最後に補足と例外です。一応お伝えしておきますと、みんな大して見てないだから何言ってもいいってわけじゃないですね。あとはみんな大して覚えてないから姿勢が悪くてもいいとかいうことでもないですね。うまくいくように準備をするのは重要で、スピーチをトレーニングするっていうのはとても大事なことですね。
それから例外ですね。謝罪会見とか株主総会、こういった場面は評価される前提で考えておいた方がいいですね。全員が自分の一言一句を書き起こすと思って話した方がいい場面になりますので、こういった場面で話す可能性がある方は日頃からのスピーチトレーニングが非常に重要ですね。ということで補足と例外でした。今日のまとめです。視線がパッて集まった時にドキドキしたら思い出してください。みんな大して見てない。はい。ということで、このへみきのスピーチトレーニングはメルマガもやっております。個別レッスン、オンラインサロンも運営しております。詳しくはプラン一覧をご覧ください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。